自宅に太陽光発電をつけたら必ず撤去する日がやってきます。処分する際、粗大ごみにもできません。放置してはいけません。この動画を見ているということは、処分をどうすればいいのか、いくらかかるのか、とても気になっている方が視聴されているのではないでしょうか。いち早く迫られる取り付けて22年目の私が、今回、行政、処理業者、施工会社などすべて調べて動画化してみました。参考にされたい方は、しっかり最後までご視聴ください。では。はい、自宅の太陽光発電設備、まず撤去方法と撤去費用ですね。一番は撤去費用かと思いますが、撤去方法によって費用も変わりますので、その2つを柱にご説明します。そして第1項目の撤去項目ですね。こちら項目としましては、どんな作業があるかということになります。まず第1番目には、電気の切り離し工事があります。これは電気設備の資格を持った方でないとできませんし、東北電力等へ申請の書類の作成なんかも発生すると思います。一般の素人の方ではなかなかまず難しいことですね。あと次、足場設置ですね。これは主に屋根設置の場合です。住宅建てたり、建てた後に太陽光をつけた方は分かると思うんですけど、足場を設置しますね。こういった工事が必要になります。で、次に撤去工事、取り外して平らな地面の1階まで置くというのを撤去と定義づけています。はい。そして運搬です。これは車両を持ってしかるべき場所へ運ぶ。これが運搬です。例えば4トントラックであったり、専用の車両であったり、そういったものに積んでですね、例えば処分場、リサイクル場、そういったところです。で、最後の処分ですが、これは方法としましては、今のところ、リサイクルと埋め立てとリユースっていうのがあります。分別して処分するやり方。で、あと埋め立てる方法ですね。リユースっていうのは、今のところ、ネットでも確認されている方いらっしゃると思うんですけど、買い取ってくれます。買い取ってもらうっていうことは、安くても一応お金は入ってくるっていうことですね。程度にもよりますけど、金額はだいぶ変わってきます。で、リユース先っていうのは結構アフリカとかああいった方向ですね。動力源として十分役に立ててもらえるってことなんで、最終的な処分の話ではないですけど、役立ててもらえるっていう方法でリユースがあります。で、この処分、リサイクル、埋め立て、リユースっていうことなんですけど、こちらの方はですね、とても大事な部分がありまして、誰が処分するのかっていうのが実は処分では大事になってきまして、処分品の差出人名義がこの個人の場合は一般廃棄物なんですね。で、業者、例えば業者に頼めば産業廃棄物です。これ行政の方に確認しましたが、お宅さんが出すんですかでしたら一般廃棄物ですねって言われました。ただ私個人で出すっていうことは私に責任が発生しますので、やっぱ心配になります。これどこに処分出せばいいんですか。それ町の方では受けられませんって言われました。ではどうすれば。回答は出ませんでした。はい。で、処分先もう何箇所も電話しました。廃棄物処分処理業者といっても、運搬して処理場へ持っていく業者も廃棄物処理業者なんですけど、処理施設を持って運搬廃棄する業者も処分業者です。で、どの処分業者もみんな処理業者になってますが、廃棄物施設を持っているところの方が本当はいいんですね。そういったところにも確認しました。で、ほとんどがですね、個人の方ですか、業者ですかって聞かれます。で、産業廃棄物扱いにすることを基本的に勧められます。個人ではなかなか責任持てないですし、やり取りが難しいんでしょう。そういうことで、一応今のところ個人は一般廃棄物、業者は産業廃棄物というふうにやってはありますが、差出人名義が個人は一般廃棄物、これ一見ですね、さっきもちょろっと言いましたけど、楽かなと思うんですよ。産業廃棄物じゃないからやり取り楽でお金かかんなそうって思うかもしれませんが、
ものすごい意外な落とし穴がありまして、処理施設が業者じゃないと受け取ってもらえない場合があるということが分かってきたんですね。もう鼻から火を抑えるために自分でやるというやり方でやりますと、電気設備屋さんだけに頼んで自分で外せるから外してじゃあ処理しようと、買ってくれる人いたらリユースということで買い取ってもらえるし、処分もできるとか思っていたところが、処分しようと思って引き取ってもらえない場合があるという、そういう落とし穴があるということが分かりました。はい、続きまして撤去方法に入りますが、撤去方法としましては、まず自分で撤去する。先ほど申し上げました自分で撤去って思うと現実的にはちょっと難しいですね。はい、一般廃棄物でやり取り楽かなと思ったら最後に落とし穴処分で出てくるので、仮に部分的に自分で行う、電気資格持ってるから自分で申請して自分で外してで自分で処分すると。で枚数も20枚30枚だったらば車両に積んで持っていけるし、電気に関しての危険安全は分かってるから自分でやれると思っても、なかなか自分で一式撤去を行うのは現実的には難しいですね。ましてや私のような資格も何もない電気的な知識もない人間ができませんね、やっぱりね。で部分的に行うことは、そういった特別な知識技能を持っている方は可能といえば可能だと思います。なので一応撤去方法としましては A 自分で撤去ということを掲載してあります。これ自分で部分的に行う場合のメリットとしましては、買い取ってもらえるんですね。はい、これ買い取りっていうことは売ってほしいから買い取りやってもらってるので、ほぼ持っていく必要はあまりなさそうです。いろいろ確認しましたが、ただ平らな地面に置いといてもらえれば取りに行って買い取りますということです。程度が悪いと買い取ってもらえないのもあります。割れてるとかね、あと裏のケーブルがないとか。で次にリサイクルですね。処理業者に引き取ってもらう。これリサイクル業者調べましたが、基本的には自分で持っていくしかありません。取りに来てもらうことも可能ではありますが、要見積もりで、廃棄物を引き取ってもらう金額より交通費用が高く、運搬費用が高くなる可能性があります。最終処分ということで、こちら近くにあればいいんですけど、最終処分場ですね。最終処分場の管理型最終処分場がある施設、こちらの方に処分するように持っていくというやり方。これ全部部分的に自分で行うことなので、リユース作業もリサイクルへ持っていくのも最終処分場へ持っていくのも自分っていうことに基本的になります。持ってくれる人がいればいいですけどね。個人対個人で。管理型最終処分場ですね。で次が、さっきも言いましたけど、個人でやって引き取り手がない場合は、もしくは管理型処分場が受け付けてくれない場合だってあり得るんですね。こういった場合は保管しておくしかないんですよね。最初から保管しておくっていう手もありますけど、パネルを責任を持ってですね、ご自分の敷地や倉庫や小屋とか持っててですね、置いておけるならシートかぶせて割れたりしないようにして保管しておくと。でしかるべき時が来た時にしかるべき処分をするっていう方法もありきかと思います。でこれ2021年12月現在今言っている話です。これが将来的にこういうことをやっていいのかどうかっていうのはまた別問題です。実際ご自身たちが処分する時期っていうのはまだもう何年も、人によってはもう10年15年20年先の人だっているかと思いますので、21年11月現在としたためてあります。
次の撤去方法に移ります。次がですね、専門業者へ依頼するっていうことですね。なんかこの方が楽な気はします。で、専門業者への依頼っていうことになりますと、先ほど話しました作業項目の電気切り離し、足場、屋根の場合ですね、撤去取り外し、運搬処分、これらすべてをですね、一括請け負ってもらえるわけですね。そうしますと、私たちは業者さんに一括請負契約結べば、あとはお任せということになります。で、専門業者への依頼ということになりますと、その専門業者とは何かと申しますと、具体的には太陽光発電を取り付けた施工会社、処分する頃には20年、25年、30年と経ってるかと思いますので、その取り付けた施工会社に頼む。で、これも同じことなんですけど、当時ビルダーさんや住宅メーカーさんが請け負って太陽光発電設備をつけた場合は、そこに頼む。それが専門業者っていう扱いですね。で、取り付けた施工会社も請け負ったビルダーも住宅メーカーも、住宅メーカーは大丈夫だと思うんですけど、会社がなくなっちゃったと。現に私、取り付けた施工会社はもう会社ないので、現在、その20年、30年をやっている太陽光発電の販売施工会社、こちらに頼む。これが専門業者ってことになります。つまりは、撤去一式を元請けができる相手、これが専門業者ということになります。私たちの場合はやはり専門業者に依頼するのが一番安全で安心な方法かと思います。で、いよいよ私の処分費用に入ります。作業項目と処分方法を話しましたので、処分費を出してみます。まず私の場合、課題地上設置、陸屋根方式ですね。パネルが24枚 3.48kW です。パネル1面がだいたい 15kg 前後、メーカーによって若干違いますが、それが24枚の重さ分あります。1枚 15kg ぐらいです、平均的に。で、まず電気の切り離しですね。こちらがですね、一式48,000円程度。撤去作業、こちらが1枚5,000円で24枚ありますので、12万円程度。運搬が一式48,000円程度。これ実際距離によります。私はこのぐらいで済みそうです。今のところ。で、処分費。これ処分は基本的に私はリサイクルで出してます。今後こちらの方向で埋め立ては厳しくなると読んでおりますので、処分はリサイクルで見てます。で、一式10万8,000円程度。諸経費ですね。事務費や消耗費がかかります。先ほど申し上げましたように、専門業者へ依頼した方がいいということになりますと、このような内訳になります。で、この金額につきましても、調べて原価から業者が仕事するであろうという金額をかけて金額出しています。で、例えば電気切り離し工事とか諸経費というのは業者によっては金額の中に入れない場合があります。例えば電気切り離し工事は専門業者がもうその中に社員とか、社長ご自身が電気その資格持っていて、もうサクサクできるような人であれば、書類代ということで例えば5,000円とか1万、場合によっては撤去作業の中に入れてくれるケースもあるかもしれません。あと諸経費につきましては、会社の規模や事務所の大きさとか、そういった営業所があるなしとかによっても、この辺の事務費消耗費っていうのは変わってきますよね。
ですので一番上と一番下は会社によって変わりますが、これ先々のことを踏まえてある程度石橋叩いて金額出してますので、全ての項目入れて計算しました。でリサイクルに関しましても、リサイクル原材を全て分別してほとんど再利用できるリサイクル業者、3カ所ほど確認しまして金額を聞きました。原価です。それは原価です。専門業者に依頼する場合、内訳は原価では出してきませんので、一式いくらということになりますと、当然利益は必ず乗ってきます。で、適正利益というのがあります。はい。原価率に対しても、この業界やっていると分かりますが、このぐらいは乗せないと仕事しませんというか、できないと、会社が存続できないという金額がありますので、すべてこの金額は原価から基本的に打ち出しています。調べました。太陽光発電の施工販売会社にも話聞いてますんで、すべて取りまとめて。私、住宅業界で一応30年やってますので、積算のやり方から学んで、住宅の見積もり一式ですね、項目ごとに分けて、そして一式いくらっていうのも、もう長いことやってきてますので、基本的に会社を潰さない、高く払いすぎない、後から上乗せにさせるような金額にならないように金額を出しています。で、ちょっと話長くなりましたが、安心した金額の裏付けある程度取ってますっていうことをご理解ください。で、その合計がおおむね34万4千円。これ税別です。今の消費税 10% ですけど、実際処分する子に消費税が何%かは分かりません。同じか上がってるか、下がることはないと思いますが、34万4千円です。大体おおむね安心の目安です。で、私の場合コンクリート塚と鉄骨フレーム、その写真ありますね。塚とフレーム、これは別途任意です。特別残しても何の心配もないですので、ここに太陽光パネルがあった記念碑だと思えば別にあと何でもない話なので別途任意です。で、続きまして屋根設置の場合の処分費用ですね。もうお待ちかねです。ここが一番知りたいんではないかと思います。で、私が例えば屋根に設置した場合っていう計算で出してます。なので数字かぶってるところがあります。私が屋根にもし付けていて処分した場合っていう計算です。切り離し同じです。はい、ここに出てくるのが足場設置ですね。ここの部分が大きく変わってまいります。で、一式15万2千円程度。これ住宅の延べ床面積にかけるだいたい1000円です。700円から1000円っていうような幅を持たせた表現がありますが、これは直で出す場合と業者中間マージンが入った場合の差、もしくはそのぐらいっていうような幅を持たせています。で、ご自分でやられ足場屋さん直接発注できるわけではないので、平米1000円以上は見ておかないと、実際頼む時に足場の設置単価が昔聞いてたより高いなっていうことになろうかと思いますので、一応これはもう1000円は見てます。もうちょっとかかる可能性もあります。知ってる業者さんですとここ20万超える業者もあったりしますので、目安ですね。業者の当たりによって変わります。全てそうなんですけど、撤去作業はですね、さっきと同じですね、24枚なんで12万程度。運搬費、はい、同じです。場所がちょうどいいところがあればもうちょっと安くなる場合もあるかもしれませんが、そのリサイクルする場所ですね。で、処分費、これも一式10万8千程度ということで、距離が遠いとこの辺はちょっと変わってくるんですね、運搬費がね。あとリサイクルする場所、
これ実際3箇所調べましたけど値段違いますので、正直現行で今一番値段が高いところでもいろいろ見るとしっかりした会社だなっていうところの金額を出してます。で、諸経費、これは上の金額が上がってますので諸経費の意識も1万円アップ程度に見てます。ポイントは屋根の場合はここが加算されるということです。で、この合計金額がおおむね50万6千円、税別です。将来の税額分かりませんので税別とさせてもらっています。安心目安ですね。が、私と違うのは足場だけでなく補修費、場合によっては吹き替え等が別途かかる。これは任意ではありません。少なくとも補修費は別途かかります。穴やつなぎ止めたところを直して、場合によっては上塗りと。で、ソーラーシステム取り付けてる専門業者と話したところ、パネルを全部外して補修して塗り替えてはめる工事はもうかなりの数やってるらしいんですが、外して直して縫ってはめて、実際には見積もり取らないとわからないですが、平均的にはもう30万ちょっとはかかってるということなんで、外してはめて20万ちょっと、直して縫って10万、直すその程度にもよりますけどね、直してはめてまた使うぐらいですから補修も大したことではないと思います。ほとんど補修っていうレベルじゃないかもしれませんが、そのぐらいかかってるっていうことなんで、外して捨てる頃の補修はもうちょっとかかるかと思います。一番はですね、これかかるものしょうがないので、一番いいのはその家を建てた時に建てるかつける方ほとんどなので、例えば30年までなんとか持たせて、30年後ですね、足場つけて外して、で補修って済むならいいですけど、おおむね見込んでおいてですね、吹き替えするんだというぐらいですと、足場もその屋根の直しもかぶらなくて済むと思うんですね。すべて1回で終わらせられるっていうことは、その分コストも安くなりますので、そのぐらいのつもりで屋根につけるのが一番かなと正直思います。もう新築で太陽光パネルつけるんであれば、太陽光パネルを処分して撤去するときは、屋根も吹き替え、ついでに外壁も直す時期とうまくつなぎ合わせられると、足場何度も必要ありませんし、重なる無駄な工事が減るということで、一時的にお金かかるかもしれませんが、その方が実はコスパがいいというふうな考え方で進められれば、屋根に取り付けられた方はいいかなと思います。目安ですので、こちらは数字を鵜呑みにしないよう、その時の相場も変わったり、国のガイドラインも変わったりしますと、業者の受ける金額も当然変わってまいります。現行今の状態で、一番これが何て言いますかね、胸を張って進められる方法、そしたらばその胸を張って進められる方法の金額は今の状態だとこのぐらいっていう目安ですので、数字を丸飲みしないようにお願いします。適正な方法の勧め、環境省のガイドラインですね。第2版が2018年12月、これリサイクルと埋め立てに関する言葉、その他たくさんあるんですけどね。で、埋め立ては管理型最終処分場へと謳っております。なので現在ネットで調べると、管理型最終処分場へ捨てれるから大丈夫ですよっていうふうに言ってるのあると思うんですが、それ今のうち、もしくはっていう感じなんですね。で、管理型を有する施工業者にも確認しましたが、
もう2018年12月からもう2年3年目なんですね。もう次のガイドラインが水面下ではだいぶ動いてるらしいんですよ。そうしますと、私どもの耳には入ってきませんが、おおむねどうなるかはもう分かってるはずなんですよ。こういった専門の施設業者は全国的に。で、引き取ってくれと頼んだところ、うちは受けませんって言われましたんで。じゃあ、業者に頼みますから業者名義で、いや、受け付けられませんって言われました。次のガイドラインへの準備体制に入っているということになりますね。で、いろんな方々を確認しますと、基本的に日本全国ですね、リサイクルの施設を結構要所要所にですね、パネルを自動で切り離してガラスと、中のシートに分けたりアルミだけ取ったりするような自動の機械を導入している会社業者がいくつも出てきてるんですね。やっぱそういったことね、設備投資までしてやるっていうことは、いろんなそのガイドラインや私たちが知らない情報の中、リサイクルの強化がされているというふうに思ってもいいと思います。で、管理型最終処分場を受け付けないところもあるっていうことになりますと、一層リサイクル化すると思います。で、考えてみてください。管理型最終処分場を受けてもいいっていうことであっても、結局これからどんどんですね、2040年50年はもうピークでもう何百倍の量、それ管理型最終処分場に埋めればいいよっては言ってらんなくなりますよね。限られた施設しかないんで。そうしますと、もうできればほぼ 100% リサイクルに回してですね、本当に埋め立てるのはもうわずか数%、できればないぐらいしたいんじゃないかなと、そうせざるを得なくなるんじゃないかなと思います。で、実際太陽光パネルは有害物質含んでますので、主に鉛とかセレンとか、カドミウムはないと思うんですけど、確かにカドミウムは化合物型衛星とかに含まれているのが結構有害。ただ変換効率がとんでもなく発電率が高いんですが、私どもの住宅用のシリコン型は鉛とか、ただセレンは多分塗ってあるぐらいなんでそんな少ないと思うんですけどね。でこれ分別するのに、リサイクルするのに、まず表面のガラス、そしてアルミ、そして銀が取れるんですね。銀はありそうですよね、見るとね。あとそこにつながって鉛もありそうですね。セレンは塗り込んであるらしいんで、ですんで、分けますと、ガラス、アルミ、銀、そしてシートですね。シート粉砕すると再利用できるらしいんで、鉛ももしかすると再利用できるのかもしれません。高熱で塗り込んだものはもしかすると中和されるのか、ほとんどがリサイクルできて、そうしますとごく少量のですね、管理型最終処分場へリサイクル業者が運び込めるという形になるんじゃないかなと思います。で、こんなこと誰もまだ言ってませんが、太陽光発電設備の太陽光モジュールにリサイクル法が適用されるかもしれないななんても思ってるんですね。で、太陽光発電の発電事業所、事業としてやってる方、源泉徴収で処理費引かれますよね。で、家電リサイクル法やあと建設リサイクル法みたいにですね、もうそういうふうにちゃんと制定していかないと、うまくリサイクル流れていかないんじゃないかということで、可能性を実は感じております。2018年12月から次のガイドライン、その方向性に沿った方法を、今回それを見込んだ費用概算で作ってみました。で、安く撤去処分するなら今のうちはまだ方法があるようですんで、やればできないことはないと思います。で、ここの管理型最終処分場は受け付けないけど、あそこの管理型最終処分場は受け付けたっていう事例も具体的にありますんでね。あるメーカーさん、ハウスメーカーさんが、そっちの方に持ってって処分してたっていう事例も、業界にいますと情報は流れてきます。で、処分受け付けなかった管理型処分業者は、
後々コンプラの問題出てくんじゃないのかなって、うちはやんないなっても言ってましたし、ただ今のところ法で裁かれることは全くありませんね、管理型最終処分上。ただどうなるかは分かりません。なので将来実際処分する頃を考えますと進めません。実際撤去する頃には今まだ大丈夫な方法、これは場合によってはさっき言いましたコンプラを問われるかも、それで済めばいいですけど、場合によっては罪を問われるかもしれないということですね。で、まとめに入ります。まず撤去を自分で行うことは基本的に難しいと思ってもらった方がいいです。特殊な技能や知識、経験があれば別ですけど、基本的には、自分では難しいっていうことなので、一番その処分先がなくなるのが一番怖いっていうことなんですね、自分でやる場合。で、専門業者に依頼する、これが一番ってことです。で、多少なりともですね、環境省のガイドラインを理解してもらって、今後の方向性どんなになっていくのかなくらいはちょっと気が向いた時でも見てみるのもいいかなと思います。で、やはり具体的には懐の問題も出てきますが、適正な方法で胸を張ってですね、で適正な処分費当然かかるということです。来年再来年のことではないと思いますので、今からですねどうなっちゃうのかなと無駄に心配せず、今から先ほどのようなことを踏まえて金額等も準備して安心しておくこと、これが一番なのではないかなと思います。太陽光発電をつけましたら必ず撤去をやってまいりますので、今日の話がですね取り付けようと今思ってらっしゃる方、もうすでに取り付けちゃって心配されている方、何か参考になってもらったかと思います。数字はあまり鵜呑みにしないでください。ただここまでしっかりと出している内容のものはだいぶ少ないと思います。で、将来も見据えて下調べして各所調べたのも少ないと思います。正直申しましてインターネットも見させてもらいましたが、正直それほど参考になったものはないので、今回もう直接業者関係すべて確認して、私自身住宅業界30年のそのノウハウ、あと積算見積もりの知識なんかも生かして、こうなるであろうっていう金額を出させていただきました。ぜひ参考になった方はいいねボタン、またよろしければチャンネル登録などお願いします。よく話まとまりませんでしたが、参考になったと思う方よろしくお願いします。それではご視聴最後までありがとうございました。ではまた。